皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ。研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。最近まで怖い妖怪についてばかり解説してきたので、今回は肩の力を抜いて保険の授業をしていきますよ。レ夢ム部長のせいでいつも保険の授業だけどね。とはいえ、東方キャラのセクシーなボロエやキャラの魅力的な衣装の秘密について気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速授業スタートです。それではまずは、ボロ絵について解説していきますね。ボロ絵とは、衣服がボロボロになった絵の役のことですよ。状況としては単なる服ビリの場合と脱衣 KO の場合があるよな。コンピューターゲームでは、格闘ゲームやシューティングゲームで相手キャラを負かした場合、戦闘でダメージを負った表現として、相手キャラの衣服がボロボロになる場合がありますね。特に相手が女の子キャラの場合では、衣服がボロボロになることによって肌の露出が増えてどことなく色気が増すため、女の子キャラの魅力を表現したい時に、このボロ絵が描かれることがあるんですよ。昔の格ゲーとかの女の子キャラは、大体はだけてくれるよな。と入ってもボロ絵はどちらかといえば紳士向けですよ。なぜならばナイフやらビームやらレーザーやら砲弾やらが飛び交う中被弾すればまず衣服は吹き飛んで、目の前が銀色になることになるでしょう。目の前銀色って。だからこそ、二次元によるパワーによって服だけが綺麗に破れることになるのですよ。そういえば、東方のゲームではボロ絵が出ないキャラもいるけどあれは命を落としたわけじゃないよな。マリサさん素晴らしい質問ですね。もちろん亡くなったわけではないんですよ。そうなるとラスボスキャラは撃破後の会話がないので、6面ボスがみんな亡くなってしまったことになりますしね。東方の妖怪などは非常に生命力が高く、弾幕ごっこも遊びでしかありません。あくまで弾幕ごっこという遊びだから死に繋がるわけではないってことか。そう、そして撃破後にも会話が続くキャラというのは、ストーリーに関係があるか、時期と関係があるかでボロ絵が与えられると思われますね。例えば基本1、2面に撃破後の会話がないのは、1、2面ボスはストーリーに関係ないキャラが多いということですよ。確かに、コウマ教のストーリーに関係がない1面、2面ボスのルーミアとチルノにはボロ絵がなかったぜ。さすがはレイムさん、よく知ってるな。それはもちろん、ボロ絵協会愛好家代表取締役ですから。その愛好家他に誰がいるんだよ。私たちです。そげんなバカな。それはさておき、大体3面以降では異変について知っていたり、異変に加担しているキャラが多いので撃破後の会話及びボロ絵が出ますね。しかし、ラスボスは撃破後の会話がありませんよ。6面ボス撃破後はエンディングがあって、そこで後日談が語られるからだよな。逆にエクストラステージではエンディングがないので、撃破後に会話イベントがありますよ。つまり異変のストーリーに関係があるってことね。正直な話をすると、カンヌシズンさんも全員のボロ絵を描くのは大変だからでしょう。なるほど、だから1面2面のボロ絵が見れなかったのか。それではボロ絵について分かったということで、まずはじめに紹介するセクシーすぎるボロ絵代表はフランドール・スカーレットです。おいおい、東方界で屈指の人気を誇るフランのボロ絵なんてあったのかよ。エクストラステージのキャラなのでちゃんと存在しますよ。なんと片方だけ肩出しになるというエチエチすぎるシーンが見れるのです。このフランのボロ絵を見るために東方で屈指の難易度を誇るエクストラステージに挑んだ人は数知れず。もしかしてみんなロリコンさんですか？フランは公式的にも幼女とかロリ扱いで、東方部門式のレミリアの項目には、10にも満たない幼児のよう、フランの項目には背丈や年齢は姉のレミリアと同程度に見えると書かれています。皆さんつまりですよ。身長は10代前半の人間で見るとかなり低い部類の少女のセクシーなボロ絵を見れちゃうのです。保険の授業じゃなかったらゼロ距離でマスパでしたよ。そんなロリっ子のフランのボロ絵でなんと、ブラのような紐が見えるのですよ。今ではありえないセクシーすぎるボロ絵だな。気になるあの下着についてなんですが書籍の方で大体書かれているのがキャミソールなので、おそらくフランもキャミソールでしょう。とはいえこれはたまりませんね。さあ視聴者の皆さん今のうちにスクリーンショットしておきましょう。何を推薦してんだよ。実はフラン以外にも肩出しのエチエチなボロ絵が存在するのですよ。次に紹介するのは東方栄や小5面ボスのうどん家です。もともとは月に住む月のウサギだったんだけど、現在は月から逃げ出して幻想郷にある永遠邸で仲良く暮らしているんだよな。そんなウサギの霊線は基本的に、制服的な衣装に身を包んでいて、平たく言ってしまえばほぼ女子高生のツーピース制服ですね。下着については3月生で太ももを晒したこともあり、二次創作ではドロワーズではなく一般的なパンツ着用として描かれているものがほとんどですよ。女の子とパンティはいわば目玉焼きにわさびをかけるぐらい普通のことですからね。目玉焼きにわさびかけてるの？そんな冷戦の A や小のボロ絵から、タンクトップかスポーツタイプのブラジャーのような下着の一部が見えていますね。
正直ここでドキッとした方は多いでしょう。おお、フランと同じくかなりセクシーなボロ絵だぜ。月のウサギといえども、玉兎ということを認識させるために通常よりはだけたボロ絵にしたのかもしれませんね。また耳の付け根のボタンの存在から実は付け耳なのではという疑惑が生まれたこともあり、たまにネタ絵が描かれていますよ。ああ、確かにボタンに見えるな。公式的には本物の耳なのでご安心ください。ちなみに視聴者の皆さんはスポーツブラ派か通常のブラ派どちらですか？私は裸エプロン派。それでは次に紹介するのは元ネタがヤバすぎたキャラの吉兆や知恵です。レイムさん後で10期分ぐらいしばかれますよ。それでも私は視聴者の学生さんたちのためにやります。なぜだろう、かっこいい。彼女は東方騎系14面ボスで、地区紹介で名を馳せる組織の一つである気血組の組長なんですよ。特徴としては目の色が赤色で、髪は肩にかかる程度の金髪の少女です。あと胸がぺったんこカンカン。間違いなく射殺されるな。冗談はさておき、頭部には竜の角、臀部には竜の尻尾を持ち、そして背中には竜の鱗でできた亀の甲羅を背負っていますよね。いや知恵の立ち絵だけ見たら全くもって組長とは思えないぜ。これは元ネタである吉兆を意識したデザインだと思われます。基本的に人間と大差ない容姿であることが多かった中国由来の東方キャラでは、初となる一目で人外だとわかる姿の持ち主ですね。そして背中に背負っている甲羅は本物なので取り外しはできないようですよ。服の構造どうなってるんだよ。土中、水中、暗闇等からの奇襲を得意とする動物の霊たちの組織であり、吉兆や知恵を組長とします。空手こそが最短最良を鉄の掟としている手前、正面からの殴り合いを好まず、卑怯な策や絡め手を多用する頭脳派の集団で、力任せに戦う慶賀組とはあまり仲がよろしくないんだよな。もし、東方界で残虐なヤクザたちについて気になる方はこちらを見るといいぜ。や知恵の能力である逆らう気力を失わせる程度の能力を持つだけあって、頭脳派集団、いわゆるインテリヤクザのリーダーということもあってか、他者を動かすスタイルなのです。私も一度でいいからや知恵に動かされたい。視聴者の皆様、彼女の能力は突然下ネタを吐く程度の能力なので注意してください。冗談はさておき、いつもうっとりしている西洋寺ゆゆ子からもなんと、平気で人を欺くヤクザと言われていますね。それでや知恵のモデルである吉兆というのは、一体どんなやつなんだ？彼女のモデルは中国の広東に生息していると言われている、亀の体と甲羅を持った竜。ドラクエのガメゴンや、ガメゴンロードを想像していただければわかります。竜が産む2つの卵のうち、一方が竜となりもう一方が吉兆になるとされ、基本は水星ですが樹上にいることもありますね。東方界で竜というと、幻想郷の最高神の友人様だけど、や知恵と何かつながりがあるのかもしれないな。捉えたとしても血肉や脂肪は柔らかすぎて食用には適さないのですが、脂肪分の銚子というものが漢方薬の材料になるようです。銚子は毒による腫れ物に非常に高い薬効を示すほか、耳が聞こえなくなった場合の薬としても役に立つようですよ。食用には向かないのだけど、漢方薬の材料になるのか、というか、聞こえなくなった耳を治すなんてめちゃくちゃすごい漢方薬だぜ。そして、なぜか同じ吉兆でも竜でも亀でもなく、鹿に浴場して男の子汁を出し、水中で固まったものは紫綾香と呼ばれ、女の子が男の子汁なんて使うんじゃありません。流木などにこびりつき吉兆を探す目印となったようですよ。こちらも漢方薬となり、陰嚢の湿疹や夜尿症等の正規の病によく効くようです。マジか、体にピースカルピスが漢方薬になるのかよ。実は現実でも紫綾香は漢方として売られていますが、もちろんのことながら吉兆の精液などではなく海面を乾燥させたものですね。基本的に海面は海に住むのですが、一部の海面は淡水に生息しているため、これが吉兆の精液であると考えられたのでしょう。保険の授業なのに何気に歴史も学べているんだが、元ネタの吉兆にちなみ、R18 系では鹿や鹿に似た動物を見てや知恵がドキドキしちゃってる作品も存在しますね。やっぱりあるんだな。や知恵自身があれだったりすることもありますが、視聴者の良い子は絶対に見ちゃいけませんよ。その割にはかっこ笑ってなんだよ。また、吉兆様は時折お部屋にこもって何かをしておられますがその間絶対に入ってはいけませんよ。こっそり覗き見をした者は例外なく行方不明になっていますからね。あんた今すぐこっちに来なさい。いや言った本人が覗いてるじゃん。ラストに紹介するのは東方の立ち絵。服装の中でも最もセクシーだった星熊遊戯と頼神シオンです。レイムさん真っ黒焦げやん。まずは東方地霊殿の三面ボスを務めた、星熊遊戯から解説しますね。実は鬼の四天王と呼ばれた鬼の一人で、スイカも四天王の一人であり、大昔は共に妖怪の山に住んでいたようですね。前回紹介した通り幻想郷でもトップクラスの実力を持つ天狗の社名丸や、カッパのニトリがやけにヘコヘコするのは、過去に妖怪の山で鬼を頂点とする社会があったためでしょう。
そもそも、鬼の四天王だけあってものすごい実力の持ち主だからあまり関わりたくないんだろうな。そして遊戯は、映像を見てわかる通り旧地獄の旧都に住んでいますね。旧都とは地獄の縮小の際に切り捨てられた大都市であり、現在は荒くれ妖怪たちが勝手に住み着いて町を築いています。人間との接触に楽しみを見出せなくなっていた彼女は地底に降りて、アウトローの多い旧地獄に移り住んだのですよ。彼女の性格は自信家で、豪気で竹を割ったようなはっきりとした性格です。力強いもの、勇気あるもの、正直なものが好みで虚弱なもの、臆病なもの、狡猾なものには容赦しません。また、地底と地上の交流が盛んになってきた現在においても堅くなに地上の人妖との交流を絶っているようですね。しかし最近地上からやってきた人間の霧雨マリサのことは、非常に気に入って相談に乗ったりと交流を持っていますよ。さすが私の母上だけあって鬼からも認められているな。そんな遊戯ですが、東方地霊伝発売時のメッセ3王の特典が初出。黄昏フロンティアのエシアルプス氏が書き下ろした遊戯が着物を着ていたことから、体操服風の衣装とはまた違った大変色気のある姿とのギャップで話題になりました。実は東方プロジェクトの東方海塚のエンディングへと、立ち絵の塗りもアルプス氏が担当しているんだぜ。以降、ゲーム本編の服とともに肩と胸がはだけた着物姿の遊戯も多く書かれるようになっていますね。そしてついに東方蜃気楼のマリサエンディングと背景で着物姿の遊戯が登場したことで、公式衣装の一つとなったのですよ。さらに、最新作の東方強欲異文にも着物姿で登場。こちらは髪を後ろで束ねていてさらにセクシーさに磨きがかかっていますね。しかも東方プロジェクトではおそらく初の谷回り立ち絵でしょう。私と一緒で遊戯がナイスボディなのがよくわかるな。確かにマリサさんも 5% ぐらいは色気ありますね。いや少なすぎるでしょ。ちなみに初登場の衣装もかなりセクシーな衣装なんですよ。ロングスカートを履いているのですが、ズンさんのインタビューによると、このスカートは実は半透明で、下に何か履いているとのこと。つまりですよ。遊戯のパンティがうっすら見えちゃってるんですよ。パンティって決定してないけどね。発表当初から服装が体操服に見えると言われていましたが、公式で遊戯は体育系なので、体操服がモチーフであることが明らかになりました。ということはブルマを履いているのでしょうか？それもセクシーで素晴らしい。もしかして中学生男子ですか？そして次に紹介するセクシー衣装キャラは頼神シオンです。頼神ジョーンの双子の姉で、泣く子も瀕する貧乏神様なんですよ。性格や言動はおとなしめで、貧乏神の性質のせいか自信も気力もないのが滲み出ていますね。東方憑依花でのファイトスタイルは、ホールド B 射撃を行うことで発射され、対戦相手に当たると相手に取り付いてくれます。ちなみに飛んでいくポーズはウルトラマンの登場っぽいですね。あるいはアンパンマンのアンパンチにそっくりだよな。ジョーンは自分とシオン位置を入れ替える技を所持していて、取り憑かれると厄介でしょう。また品や、役といった不吉な漢字ワードの弾幕を飛ばしてきます。そんな彼女は貧乏神の性質によって靴どころか靴下さえ履いていないのですよ。服に関しては、薄汚れたパーカーに若干すすけたスカートな上に、なんと下着は履いていません。さらに彼女はふわふわ浮いているので見放題なんですよ。Amazon プライムとちゃうねん。ドット絵ではスカートがひらひらと動いていてあと少しで見えそうなぐらいのエチエチなので必見ですよ。貧相とはいえドット絵を見る限り綺麗な太ももがまた魅力。遠目から見ると服装が色彩の異なる藤原模倣に見えなくもないからか、シオンと相対した模倣自身が私の服の次当ては請求書じゃないぞとコメントしていますね。東方強欲異文では妹とお揃いのスタイルへと衣替えていて、下着を履いてないとなるとこちらもなかなかセクシーですね。差し押さえや督促状といったお札のついた貧乏そうな白いワンピースを身につけていますよ。さて今回の保険の事業はここまでにします。視聴者さんの好きなキャラの衣装があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。